この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。めちゃくちゃ繊細で可愛いイラストですよね。イラストレーター名、チャシグさん。キャラクター名、ワトソン・アメリア。ホロライブ・イングリッシュ。斉藤直樹先生、こんにちは。私は先生の動画を拝見しながら、趣味で二次創作イラストを描いています。最近はもっとイラストをうまく描きたいと思うようになり、でも違和感の正体が自分でよくわからないこともあり、気まぐれ添削に応募いたしました。アメリアちゃんの新衣装を一目見て、この子のストッキングに魅力を感じたので、そこを強調したいと思い、片足を上げて軽く挑発しているような雰囲気のイラストを描きました。しかし、見返してみると、注目させたかった足にはあまり視線がいかないような気がして、なんでだろうなーっていう風に感じています。添削してほしいポイントは、キャラクターの顔以外の部分に注目させたいイラストを描く際のコツが知りたいです。また、プロのイラストレーターさんの描くイラストには、劣っていると自分も感じているのですが、何が違うのかというのがわからないので、プロの方のイラストとの違いが知りたいです。とのことです。いや、まずですね、チャシグさん、ご応募ありがとうございます。アメリアちゃんの雰囲気を的確に捉えられていて、キャラクターを描くのが上手いなっていう風に思いました。パッと見た瞬間、アメリアちゃんだって一発でわかります。それと、線が繊細で、ほら、見てください。線の一本一本がすごくね、繊細に細かく描かれているのがお分かりいただけると思います。このね、線の一本一本に情報量を盛り込むのが得意な方だなっていう風に思いました。とてもですね、丁寧に形を終えていて、観察眼が優れているということが線を通して伝わってきますよね。チャシグさんはこのまま上達していけばすごく人を引きつけられる絵が描ける方だと思いました。で、今回のイラスト、どこを添削していくかなんですけど、このイラストはズバリ強弱のコントロール。これが課題だなっていうふうに思いました。ご本人も気にされている点として、注目させたかった足に目がいかないような気がしているとありましたが、これはですね、原因は何かというと、線の強弱。そして色の強弱の付けどころがあまり的確じゃない場所に付けられているので、それが原因で見てほしい部分に目がいかないというのが大きいと思うんですね。なので今回はそこにポイントを置いて添削していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずですね、僕が最初に気になったのが背景です。というのは、この絵一番最初にどこに目が行くかというとですね、ここです。このね、愛犬のババちゃん、ここにね、一番最初に目が吸い込まれちゃうんですね。なので、どうするかというと、こうしちゃいます。はい。いくつかの背景の要素を取り去ってしまいました。ちょっとね、ご本人の配信を見ていると、ネタとしては入れたい要素だと思うんですが、それがあることで、ちょっと視線が見てほしくない部分に行っちゃうんですね。なので、ここはちょっとね、心を鬼にして取り去ってしまいましょう。で、消した部分は不自然にスペースが空いてしまったので、そこだけ保管していきます。まずはバックに壁を描きました。オープンテラスみたいな場所ですね。あとは下の方も簡単に描いていきましょう。はい。植え込みと、あと地面ですね。こんな感じで背景はぼやけていますが、カフェのテラス席のような雰囲気がわかるのではないでしょうか。視線もですね、不必要にここに行かなくなったのがわかると思います。で、今までのは準備段階。今回のメインはここからです。今回のテーマは強弱のコントロールなんですが、アメリアちゃんの色と線の強弱を見直して、挑発的なポーズで見せつけている美しい足。ここにね、視線を向けていきたいと思います。まず気になる部分としては、単純にアメリアちゃんの位置ですね。やってみます。はい。このように少し上に持ってきましょう。
メインで見てほしい足が随分と画面下の方に追いやられてしまっている印象だったので、もう少し目立つ位置に置いてあげるといいと思います。そしたらですね、足の形を少し修正したいんですが、これはですね、お約束です。こういった少し複雑なポーズを描く場合には、写真で一度確認した方がいいので、写真を撮ってみました。はい、これですね。これを参考に、僕は男なので、あくまでね、ポージングの参考ぐらいにしかなりませんが、ないよりもいいので、これを見ながら直していきたいと思います。はい、いろいろな部分をちょこちょこと修正したんですが、ポイントはですね、この足につながる上半身のくびれの部分と、あとは足首の細さですかね。ここに注目しながら形を修正しました。で、ここでストッキングの色を強調したいです。やってみます。はい、ストッキングの陰影を強調して主張を強くしました。変更前は結構うっすらとした感じで書かれていたんですが、このぐらい陰影を強くした方がパッと強調したい足の方に目が行くと思います。それとスカートの部分ももう少し書き込みを増やして細かく陰影を追加していってみましょう。はい、こんな感じ。一番見てほしい部分は足ということだったんですが、変更前を見てみると、あまり足と他の部分の書き込み量変わらないような気がしますよね。ですが、変更後は、すごく細かく陰影を追加してみました。はい、アップにするとね、こんな感じです。見てほしい部分に目を行かせるためには、その部分の書き込み量を単純にアップさせるというのが効果的です。意識してみてください。あとはですね、その強調したい足を乗せている椅子も気になります。調整してみますね。はい。まだ途中なんですけどね、こんな感じで椅子を書き込んでいきます。続きやっていきます。はい。この椅子なんですが、ちょっとこれがどういう椅子なのかわからなかったのでですね、僕の想像で勝手に書き込んでみました。やっぱりね、キャラクターと直接接するものってすごく気になる部分です。しかも今回は一番のメインで見てほしい足を直接乗っけているものなので、ここをね、しっかりと書き込んであげることはすごく重要だと思います。こんな感じで編み込みとかを書いてあげても密度が増えて目が行きますので、足に目を行かせたい場合にはここに密度を持たせてあげるのも効果的ですね。
で、さらに足に添えてある手を修正します。はい、指がね、ちょっと1本多かったので、1本減らしたのと、あと少しだけむっくりとしたような感じの手になってしまっていたので、その部分を修正しました。左手を修正したので、右手もついでに修正しますね。まずはですね、椅子の肘置きに肘を乗せたのと、あとは手の形が若干曖昧だったので、その形をはっきりさせてみました。あとはですね、首と胴体なんですが、首がですね、少し太めの印象です。アメリアちゃん、かなりね、体が華奢な印象があるので、ここを少し細めにしてあげてもいいんじゃないのかなというふうに思いました。やってみます。はい、こんな感じですね。肩幅も若干細くしました。はい、この状態で最初と見比べてみると、ほら、どうでしょうか。最初はあまり目に入らなかった足。見てほしい足の部分がガッと前に出てきて、そこまで見てほしくない部分は不必要に強調されない感じになったのがお分かりいただけるのではないでしょうか。これでね、自然と足に目が行くようになりましたよね。でね、ここまででも十分なんですが、ここからはおまけの部分として、線の強調についてやっていきたいと思います。チャシグさんは顔の部分に必要以上に目を行かせたくないとおっしゃっているのですが、線がですね、どうしても繊細なために少し顔が沈みすぎている印象があるんですね。それをですね、線の強調によって補ってあげると、さらに絵が魅力的になるような気がしますので、その部分を直していきたいと思います。まずはですね、線の強調には直接関係はないんですが、少し形としてバランスが崩れている部分もありますので、まずはそこを調整していきます。最初に顔を少しだけ大きく調整します。はい、肩幅もそうだったんですが、気持ち顔を大きくした方がアメリアさんの華奢さが伝わるような気がしましたので、顔の大きさを調整しました。あとは骨格的な部分で気になるのが、この耳の位置ですね。調整してみます。はい、耳と目の位置、ここですね。ここがちょっと近いような気がしましたので、ここは少しだけ離してあげた方が奥行きを感じると思います。で、ここからはいよいよ本題の線の強調の部分ですね。まずは目です。やってみます。はい、ちょっとまだ途中なんですが、目の大きさと、あと目線がね、ちょっとバッチリ合っていないような感じがしたので、まずはそこを直しました。続きやっていきます。
はい。目の線が全体的に薄い感じがしましたので、もう少ししっかりめに線を描いてあげて強調してみました。色がね、全体的に結構薄いので、線はこのぐらいしっかり描いてあげても良いと思います。あとは、口ですね。口もですね、全体的に薄い感じがしますが、口角だけでも線を強調してあげると印象が増すと思いますのでやってみます。ほら、どうですか？今、ここだけに手を入れましたが、これだけでもかなり違うでしょ？もうちょっとだけ調整しますね。はい、こんな感じです。いやー、このいたずらっぽい笑い顔、とても可愛いですが、アメリアちゃんの笑い声、一部でグレムリンノイズっていう風に呼ばれて恐れられているようで、その声とのギャップがまた可愛らしいですよね。で、今やった口の処理と同じようにですね、髪の毛も今全体的にうっすらと印象が弱い感じがするんですね。もちろん繊細なのはいいことなんですが、印象が弱すぎるとですね、ちょっと見た時の印象にも残りづらいので、その部分の線と若干色調整で補っていきたいと思います。やってみます。はい。まずはですね、色を右半分少し影にしてみました。それとですね、口の時と同じように、ところどころ線を強調して強弱をつけてみました。これだけでほら、全体のイメージはそんなに変わらないのに、印象が強くなりましたよね。同じように、この部分、この髪留めの部分もですね、せっかく細かく書いてあるのに少し埋もれてしまっている感じがしますので、線をところどころ強調してあげます。はい、こんな感じ。それと帽子ですね。これも同じく線を強調してあげましょう。はい、ちょっと形が崩れてしまっていたので、そこも修正しつつ、線を強調してみました。メガネ忘れてました。非表示にしていたメガネも、先ほどの調整に合わせて若干大きさを調整しつつかけさせてみます。はい、今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？結構ね、足の方に視線が行くようになったと思います。どうでしょう？今回のポイントは3つありました。まず、第1段階で背景に視線を行かせないこと。背景に必要以上に気になるものを置かずに、見せたい部分に目が行くようにする。特にこの鏡については、愛犬のババ君を明暗さによって強調してしまっていたので、ネタ的にはね、入れたいところなんですけど、撮ってみました。で、ポイントの2つ目は、書き込み量で強弱をコントロールすること。特に今回は、足を一番見せたいということなので、足の陰影を一番強くして書き込み量をアップするということ。そして最後のポイントは線の強調。全体的に繊細な印象はいいんですが、それだけだと弱くなりすぎてしまう場合には、ところどころ線を強調して絵を持ち上げる。それだけでも絵の印象がぐっと強くなり、見てほしい部分に目が行くようにコントロールできると思います。はい。こんな感じですね。いかがだったでしょうか？今回は
色と線の強弱のコントロールというテーマでお送りしましたが、その部分もうちょっと詳しく知りたいなという方はですね、こちらの動画超重要、使ってますか線画の優先度、そして色については完全版見栄えアップ色塗り講座がおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。